ここを過ぎて悲しみの町。友は皆僕から離れ、悲しき目持って僕を眺める。友よ、僕と語れ、僕を笑え。僕はこの手持って園を水に沈めた。僕は悪魔の傲慢さ持って、我よみがえるとも園は死ねと願ったのだ。大場洋蔵はベッドの上に座って沖を見ていた。その前夜、田本河浦で心中があった。一緒に身を投げたのに、男は漁船に引き上げられ、命を取り留めた。明け方になって、女の死体が田本河浦の波打ち際で発見された。洋蔵は園の死んだのを知っていた。漁船でゆらゆら運ばれていた時、すでに知ったのである。星空の下で我に帰り、女は死にましたかとまず尋ねた。漁夫の一人は、死なね、死なね、と答えた。何やら慈悲深い口調であった。死んだのだな、とうつつに考えて、また意識を失った。再び目覚めた時には、療養院の中にいた。顔のところどころに、白いガーゼが貼り付けられていた。波に揉まれ、あちこちの岩で、体を傷つけたのである。友人の飛騨が濡れた街灯を着たままで病室へ踊り込んできた。飛騨は中学校時代からの友達であった。驚いたろ。飛騨は手持ちぶさたげにしばらく洋蔵の枕元に立っていた。ドアが音もなく開き、制服を着た小柄な大学生がひょっくりその美しい顔を出した。小菅というのである。この男は洋蔵と親戚であって隔てない友達であった。飛騨と小菅が隣の空いていた病室に泊まった。明くる朝は和やかに晴れていた。起きろ、事件だ。彼らは事件を捏造することを喜ぶ。退屈なこの世の中に何か期待できる対象が欲しいからでもあろう。なんだ、少女がいるんだ。ようちゃんがそれへ得意の横顔を見せているのさ。美人か。美人らしいよ。ほんの嘘読みをしている。大場のやつ。世界中の女をみんな欲しがっているんだ。彼らはよく笑う。なんでもないことにでも大声立てて笑いこける。笑顔を作ることは青年たちにとって息を吐き出すのと同じくらい容易である。けれども悲しいことには彼らは腹の底から笑えない。笑い崩れながらも己の姿勢を気にしている。彼らはまたよく人を笑わす。己を傷つけてまで人を笑わせたがるのだ。幾分投げやりであってこれぞという目的をも持たぬ犠牲の魂。僕たちは女じゃ失敗するよ。そうかな。失敗かどうかは一口に言えないと思うよ。第一原因がわからん。洋蔵は長いまつげを伏せた。巨豪、ランダ、アユ、狡猾、悪徳の巣、ヒル、憤怒、殺意、ガリガリ、脆弱、欺瞞、病毒。ごたごたと彼の胸を揺すぶった。言ってしまおうかと思った。本当は僕にもわからないのだよ。何もかも原因のような気がして。彼らの気取った言葉の中に時々びっくりするほど素直な響きの感じられることがある。不用意に漏らす言葉こそ本当らしいものを含んでいるのだ。洋蔵は今何もかもとつぶやいたのであるが、これこそ彼がうっかり吐いてしまった本音ではなかろうか。彼らの心の中には混沌と、それからわけのわからぬ反発とだけがある。あるいは自尊心だけと言ってよいかもしれぬ。しかも細く研ぎ澄まされた自尊心である。どのような美風にでも震えおののく。洋蔵が己の自殺の原因を尋ねられて
当惑するのも無理がないのである。何もかもである。夜が明けた。空に一抹の雲もなかった。院長は朝早く要造の病室を見舞った。顔の絆創膏は剥いでいいだろう。傷は治っていた。その時高い笑い声とともにドアが開き、飛騨と小菅が病室へ転げ込むようにして入ってきた。ようちゃん、トランプしないか。ベランダへ椅子を持ち出して3人はわけのわからぬゲームを始めたのである。飛騨は気取ってるね。バカ、君こそ。なんだその手つきは。3人は思い切り声を立てて笑い崩れた。彼らはしばしばこのような道化を演ずる。トランプしないかと小菅が言い出すと、もはや要造も飛騨もその隠された目論みを飲み込むのだ。幕切れまでのあらすじをちゃんと心得ているのである。彼らは天然の美しい舞台装置を見つけるとなぜか芝居をしたがるのだ。この場合舞台の背景は朝の海である。外へ散歩に出てみようよ。要造は梨の木の枯れ枝の間からちらちら見える大きな平たい岩を指さした。あそこだよ。あの岩だよ。あそこから跳ねたのだ。ほっとするよ。今飛び込めばもう何もかも問題でない。借金もアカデミーも故郷も後悔も傑作も恥もマルキシズムもそれから友達も森も花ももうどうだっていいのだ。それに気がついた時は僕はあの岩の上で笑ったな。ほっとするよ。誘惑するなよ。飛騨は無理に笑い出した。悪い趣味だ。要造も笑い出した。お互いがいたわりたい心でいっぱいなんだ。彼らは弱きを慈しむ。3人はこの暖かい海風に吹かれ遠くのパラソルを眺めつつ歩いた。明日は枯れてしまうのだ。本当の生活。ああ、それは遠いことだ。僕はせめて人の情に満ち満ちたこの4日間をゆっくりゆっくり懐かしもう。たった4日の思い出の5年10年の暮らしに勝ることがある。たった4日の思い出のああ一生涯に勝ることがある。この小説を書きながら僕は要造を救いたかった。この小説は失敗である。何の飛躍もない。何の下脱もない。僕が長生きして幾年か後にこの小説を手に取るようなことでもあるならば、僕はどんなに惨めだらおそらくは1ページも読まぬうちに僕は耐え難い自己嫌悪におののいて薪を伏せるに決まっている。今でさえ僕は前を読み返す気力がないのだ。美しい感情を持って人は悪い文学を作る。僕は文学を知らぬ。もう一度初めからやり直そうか。君、どこから手をつけていったらよいやら。要造ははるかに海を見下ろした。すぐ足元から30畳もの断崖になっていて、江ノ島が真下に小さく見えた。深い朝霧の奥底に海水がゆらゆら動いていた。そして、いや、それだけのことである。